ハロー、皆さん。今日はラトビアのリーガに来ました。リーガへようこそ。前日にリトアニアのクライペダから車でリーガへ移動。リトアニアはガソリンが安くて驚きました。ヨーロッパ諸国ではガソリンにかかる税金が国ごとに異なりますが、リトアニアではガソリンにかかる税金が比較的低いため、ガソリン価格が安くなりやすいんだそうです。日本もまだガソリン高そうですね。この大聖堂は1884年のロシア帝国時代に建設されました。当時のリーガはロシア帝国の一部で、帝国内の他の地域と同様に正教会が信仰の中心となっていました。大聖堂はリーガで最大かつ最も重要な正教会の教会として設計され、特徴的な金色のドームと豊かに装飾された外壁が目を引くビザンティンリバイバル様式で建設されています。日曜礼拝中なので入るのは控えましたが、女性は皆さんスカーフで頭を覆っていたので、観光する際は適切な服装を心がける必要がありそうです。少し歩いて次の目的地へやってきました。観光スポットが集中しているので、徒歩だけで移動できるのは楽ですね。この記念碑は第一次世界大戦とラトビア独立戦争で亡くなったラトビア兵士たちを追悼し、ラトビアの独立と自由を記念するために建設されました。記念碑の中央では自由の女神像が3つの星を掲げており、これはラトビアの3つの歴史的な地区、クルゼメ、ビドゼメ、ラトタレを象徴しています。また記念碑の基部にはラトビアの歴史や文化を描いた彫刻が施され、ラトビアの独立を目指す戦士たちや農民、労働者を表現しています。10時を過ぎないとあまりどこもやっていないようだったので、公園内を散歩して一旦ホテルで休憩。部屋自体はそれほど広くないですが、清潔で金額もかなり良心的でした。ラトビアのカラス、なんか服着てるみたいでかっこいいですね。聖ペトロ教会はゴシック・ロマネスク・バロック様式からなる教会。ちょっと変わった形の塔のデザインで有名。高さは123メートルで、リーガ市内では最も高い建築物だよ。聖ペトロ教会はリーガの旧市街のシンボルの一つ。この教会に関する最初の記録は1209年中世に建てられましたが、その後何度も再建と修復が行われてきました。内部は動画 NG だったので写真で様子をお届け。教会の内部は見ての通り広々としていて、高い天井が特徴的です。ちなみにこの教会はプロテスタント、ルター派。ドイツ旅行の動画でも
今後ルターの話はたくさん出てきますよ。重要人物ですね。さて、話は戻り、教会は長い歴史の中で何度も火災や戦争の被害を受けました。特に1941年の第二次世界大戦中、ドイツ軍による爆撃で教会は大きな損傷を受け、とりわけ塔が崩壊しました。戦後、教会は段階的に修復され、1973年には再開、塔も再建され、その高さからリーガ市内のランドマークとなっています。塔からの眺めは抜群でございます。街全体を塔から静かに眺めていると時間を忘れてしまいそうです。と言いつつも、ブルッと身震いがして自分が高所恐怖症であることを思い出したので、早めに下に降りました。聖ペトロ教会の横にはブレーメンの音楽隊の像もあるので要チェック。リーガとブレーメンはかつてハンザ同盟の重要なメンバーでした。そして今は姉妹都市としてブレーメンからこの像が贈られたそうです。ドイツのブレーメン像とは少し違いますね。お待ちかねのランチタイム。まずは餃子。中身はひき肉で、そのまま食べるとあまり味はありません。サワークリームのようなものをつけていただきます。そしてこちらはリトアニアでも食べた揚げた黒いライ麦パンとチーズソース。やっぱりニンニクの味が効いていて美味しいおつまみでした。こちらはエンドウ豆のクリームスープ。器がライ麦パンになっているのが可愛いですが、正直このサイズのライ麦パンは食べきれません。ラトビアとリトアニアの伝統料理は似ているため、前回リトアニアで食べた料理も含め、ほとんどはどちらの国でも食べることができますよ。ブラックヘッドの会館は1334年にドイツ商人によって最初に建設されました。当時この建物は地元の商人ギルドの集会所や宴会場として使用されていましたが、15世紀になると独身の外国人商人で構成されたブラックヘッドがこの建物を使用するようになりました。第二次世界大戦中にはリーガは激しい戦闘に巻き込まれ、この会館も1941年のドイツ軍による爆撃で大きな被害を受けました。その後ソビエト時代に建物は完全に取り壊されました。1990年代初頭、ラトビアの独立回復後にリーガ市民の強い要望により、ブラックヘッドの会館は元の設計を忠実に再現し、1999年に再び完成しました。正面にはハンザ同盟の都市の紋章もありますね。どの部屋も豪華な内装です。現在では文化イベントなどに使用されているそうです。その他、地下にも展示物があります。リーガは意外なことに1510年に世界で初めて公的にクリスマスツリーが飾られた場所とされています。このモニュメントはその出来事を記念して設置されました。
ドイツではないのが意外ですね。今回はリーガ大聖堂には入らず、リーガ城も中には入れなかったので外のみ。この3つの家はスリーブラザーズ。それぞれ異なる時代に建てられましたが、同じ家族によって所有されていたとされるため、スリーブラザーズと呼ばれています。キャットハウスはリーガの裕福な商人によって1909年に建設されました。この建物の建設を依頼した商人がリーガの商人ギルドのメンバーになれなかったことに対する抗議として黒猫の尻尾が商人ギルドの建物に向くように設置したと言われています。後にギルドと商人が和解し、猫の像は現在のように向きを変えられました。リーガのアール・ヌーボー建築は19世紀末から20世紀初頭にかけて建設された建物群で約800棟以上のアール・ヌーボー様式の建物があり、その密度と質は世界でも屈指のものです。リーガでは特に1904年から1914年の間にアール・ヌーボー様式の建物が多く建設されました。リーガのアール・ヌーボー建築は独特の豪華さと創造性で知られており、建築家ミハイル・エイゼンシュタインをはじめとする多くの著名な建築家によって設計されました。これらの建物はリーガの旧市街とともにユネスコの世界遺産にも登録されています。アール・ヌーボー建築が軒を連ねるこの通りは、見る者を圧倒する美しさを持っていますね。さあ、博物館へ。この博物館の起源は18世紀末にリーガの町の歴史を保存し公開するために設立されたもので、当初はリーガ大聖堂に付属していました。またリーガの創設から現在に至るまでの歴史を網羅しており、中世のリーガの発展、ハンザ同盟との関係、リーガの経済、文化の繁栄など様々な展示がされています。バルト海の真珠と呼ばれているリーガですが、正直リーガに着いた時は真偽を疑ってしまいました。リーガの観光名所付近からは海は見えず、前回のクライペダの方が港町っぽさがあったので。でもこうしてリーガの町を歩いてみると、ハンザ同盟を組んでいる町の中でも重要な港町であったことが伝わってきますね。さてここからエストニアのタリンへ向かいますが、海沿いを走るので海へ寄り道。ずーっとこんな感じであまり高速道路っぽくない道をタリンまで走り続けます。リトアニアからラトビアまでもそんな感じでした。
そして着いたのはキャンプ場が併設された素敵な場所。マーク先生のグッドが出ました。おお、いいじゃん。石多いけど。とか考えながらビーチ散策開始。海藻多いな。これ多いですよね。日本の海もそんな感じでしたっけ？さてエストニアへ向かいますか。道中エストニアとの国境でユーロの看板を見られると期待していたのですが、いつものが見つけられませんでした。多分これがその代わりですかね。ちょっと寂しいですね。さてラトビアの旅はここまで。次回はエストニア・タリンの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。